厳選クラシックチャンネルです。いつもご視聴、コメント、高評価をありがとうございます。今日はクラシック音楽史についてお話しします。この動画はこれまで出した動画の中でもかなり詳しめの内容になっていると思います。情報量が多くて上級者向けの内容なんですが、説明は初心者の方にも分かりやすいように噛み砕いていますので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。まずはじめに音楽史の全体像をお見せします。ざっくりと西洋音楽の歴史を時系列で表すとこんな感じです。ところで、そもそもクラシック音楽って何と聞かれたら皆さんはどう答えますか？古い音楽とかヨーロッパの音楽とかいろんな答えがありそうですね。クラシック音楽の定義は明確には定まっていないんですけれども、京都大学の教授で音楽学者の岡田明夫先生はこんな風に言っています。18世紀前半から20世紀初頭までにヨーロッパで作曲された名作レパートリー、先ほどのこちらの定義で言うとバロックの後期1700年以降から後期ロマン派の時代です。代表的な作曲家で言えばビバルディやバッハの時代からドビュッシーとかラフマニノフ、シェーンベルクの時代までということですね。でも当然18世紀にいきなりビバルディがクラシック音楽を始めたわけでもありませんし、シェーンベルクあたりでクラシック音楽が完全についえたわけでもありません。そこでこのチャンネルではクラシック音楽がどこから来てどう花開いて、そしてどのように今につながっているのか、クラシック音楽史の前後の音楽史も含めて今日から6回の動画に分けてお話しします。それでは早速いってみましょう。音楽は古代ギリシャの時代に学問として成立しました。音楽、ミュージックの語源はギリシャ語のムーシケという言葉です。ムーシケはギリシャ神話が元になった言葉で、ムーサに関するという意味なんですが、このムーサというのはミューズ、女神のことです。ギリシャ神話の太陽神アポロンに仕えていた女神たちのことで、詩とか音楽、踊りを司る9人の女神たちです。この女神たちにちなんで詩や音楽、踊りを包括したものをムーシケと呼ぶようになりました。なのでもともとはムーシケというのはミュージック、音楽だけでなく言葉やダンスも含まれていたんですけれども、徐々に音楽の技巧が発達していったために音楽のことだけをムーシケと呼ぶようになりました。音楽の大きな一歩が生まれたのは紀元前500年頃です。今私たちが認識しているドレミファソラシドとほぼ同じ音が定義されたんです。この音の定義をしたのが数学者として有名なピタゴラスです。ピタゴラスはドはこの高さの音、ソはこの高さの音というように音の高さを決めました。私は音楽をはじめとした芸術の歴史というのは美とは何かを追求するようなものだったと感じています。ピタゴラスも美しい音の響きについて言及していたようで、例えばドとファの音の響きやドとソの音の響きが宇宙の調和を表す協和音というふうに認識されていました。この音の高さが決まったことで音階も定義されていきます。音階というのはドレミファソラシドのように曲を構成する音を高さの順番に並べたものです。音階が決まると曲で使う音の種類が決まってきます。ピタゴラスが音の高さを決めたことが作曲を発展させる一歩になったんですね。そして古代ギリシャの時代には楽譜も生まれていました。楽譜といっても今の五線譜とは違っていて、アルファベットや数字で書かれたものだったんですけれども、音楽を形として伝え残していけるようになりました。こうして古代ギリシャの時代に音楽が理論として成立したのです。今日私たちが聴いているクラシック音楽の起源は音の高さが決まった古代ギリシャからずっと後の西暦800年前後と言われています。まずはこの西暦800年前後というのがどんな時代だったのかをお話しします。西暦800年にあった歴史上の有名な事柄があります。それがカールの戴冠です。この時代はギリシャ正教会とローマ教会が勢力争いをしていた時代です。ギリシャ正教会に対抗するためにローマ教会の教皇レオ3世という人物が自分の味方になる人を探していたんですね。そこで当時勢いに乗っていたフランク王国のカール大帝に目をつけました。そして教皇自らがカール大帝の頭に冠を乗せることで、ローマ教会がカール大帝を皇帝として認めてタッグを組んだという印象的な出来事です。その後カール大帝は政治の安定を図るためにローマ教会の教えを各地に浸透させていきました。その時に徹底したのがルールの統一でした。
国土や勢力を広げるにあたってルールを統一するっていう方法はとても効果的な方法らしいんです。例えば中華統一をした秦の始皇帝も徹底して規格化を行っています。いつでもどこでも誰もが同じように神の教えを理解できるようにいろんなものが規格化統一されていきます。例えば宗教に関する言葉はラテン語だけを使いましょうとか、キリストが生まれた12月25日は仕事は休んで祈りを捧げましょうとか、こんな具合です。こうして様々に規格化されたものの中の一つにグレゴリオ聖歌という典礼音楽、教会音楽がありました。グレゴリオ聖歌はカール大帝の勢いのままにヨーロッパ中に急速に広まって、これがクラシック音楽のルーツとなりました。キリスト教の教義には三位一体というものがあります。これは神とキリストと聖霊の三者が一体で唯一の神なのだという教えです。グレゴリオ聖歌はこの三位一体を表現するために曲の各パーツをそれぞれ3回ずつ1つの旋律で歌うと決められていました。この単一の旋律のことをモノフォニーと呼びます。この中世の時代の音楽で美しいとされていたのは神にふさわしい音楽、もっと言えばモノフォニー、単旋律の音楽なんですね。では実際のグレゴリオ聖歌を聴いてみましょう。清らかで美しい音楽ですね。ただ一つの旋律の独唱だけだと少し寂しい感じもしませんか？当時の人々もこのモノフォニーがもっと美しく聞こえるようにというふうに考え始めたんですね。そこで思いついたアイディアがモノフォニーを飾ろうっていうアイディアでした。この飾りのことをオルガヌムと呼びます。最初はこの飾りオルガヌムは控えめに使われていたんですが、もっと美しくもっと美しくと足していった結果、どんどん飾りだったオルガヌムの方が主張してくるようになります。実際に聴いていただきましょう。メインの旋律が静かに長い音を歌っている中で、オルガヌムが独立して派手に動いたりしています。なってくるとこの時代一つ問題が生まれたんですね。それがテンポがずれてしまうという問題でした。当時はリズムとかテンポとか、そういう指定がなかったので、ゆったりとした主旋律を歌っている人のスピードと独立して細かく動く装飾のオルガヌムのスピードがずれてしまって全然美しく響かなくなってしまったんですね。これではまずいということで生まれたのが拍子とか音符の概念だったと言われています。この時に生まれた拍子というのが1232223というような3拍子の拍子です。音符は1拍分のものと2拍分のもの。この3拍子と1拍分2拍分の音符、これで曲を構成していきましょうと決まりました。これでできるリズムというのはターンタ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 ンみたいな、こんな感じですね。これだと分かりやすいですしスピードは合うんですけれども、今度はリズムのバリエーションが極端に少なくなったので、自由に工夫するというところの独創性が消えてしまいました。そこでスピードは合わせつつ、より多くの表現ができるような楽譜の書き方を開発しようとなりました。古代ギリシャの時代からこの中世の時代にかけても楽譜は進化を遂げていたんですけれども、ここでさらに楽譜の進化のスピードが加速していきます。そうしたあたりから音楽史もこの中世から次のルネサンスの時代に移っていきます。ルネサンスという言葉はよく再生復興と訳されます。でも音楽でいうルネサンスという言葉はあまりこれには当てはまりません。ルネサンスの時代に作られた音楽という意味でルネサンス音楽と呼ばれています。もちろん同じ時代の他の芸術の動きが音楽に全く影響しなかったかというとそうでもなかったんですが、ルネサンス音楽というのはルネサンス的な音楽、ルネサンスらしい音楽ではなくて、単なる時代区分としてルネサンス期の音楽と捉えるのが一般的です。このルネサンス音楽が目指した美というのは均斉と調和です。
つまりバランスが取れていてなだらかで平和な音楽ですね。ルネサンス音楽は前期、中期、後期の大きく3つに分かれます。前期ルネサンスはフランスのブルゴーニュ公国が音楽の中心地でした。この頃フランスをはじめとしたヨーロッパでは中世の時代から王侯貴族の宮廷に弾き語りをするような音楽家がいて、宮廷歌人と呼ばれていました。特にこのブルゴーニュの宮廷では芸術を手厚く保護していたんですね。ブルゴーニュの宮廷は音楽家にとって条件の良い就職先だったので、ヨーロッパ各地から優秀な音楽家たちが集まりました。これによってヨーロッパ各地の音楽のいいところが一気にブルゴーニュに集約されます。フランスの作曲技法、イギリスの柔らかな和音、そしてイタリアの美しいメロディーなんかが融合してルネサンス独特の音楽が生まれました。このブルゴーニュ公国に集った優秀な音楽家たちを中心にブルゴーニュ楽派というふうに呼びます。ブルゴーニュ楽派を代表する作曲家としてよく挙げられるのはデュファイという作曲家です。デュファイは15世紀最大の巨匠と言われていて、中世音楽からルネサンスの音楽に転換をさせたことでも功績のある音楽家です。ルネサンス音楽におけるバッハとまで呼ばれています。デュファイは循環ミサ曲とか低旋律ミサ曲と呼ばれる形態を確立しました。詳しくはここでは紹介しないんですけれども、重要なのはこの曲の中で模倣という技術、技法を定着させたということです。この模倣というのは、とっても大雑把に言うと、同じ歌詞の同じメロディーを順番に歌うっていうことで、カエルの歌の臨床のようなものです。厳密には少し違うんですけれども、実際に模倣が使われた曲を聴いていただきましょう。この優秀な芸術家たちを囲っていたブルゴーニュ公国なんですが、1477年にフランスに併合されてしまいます。ブルゴーニュ公国にいた音楽家たちは次の就職先を探してヨーロッパ各地に散り散りになりました。この時に各地に散らばった優秀な音楽家には、ブルゴーニュ公国と重なる地域のフランドルという地域の出身者が多かったようです。フランドル出身の音楽家たちをめぐって各国の宮廷が争奪戦を繰り広げました。フランドル出身の音楽家たちはそのままフランドル楽派と呼ばれました。フランドル楽派の音楽家たちは各地で前期ルネサンスのブルゴーニュ楽派で生まれた模倣という技法に磨きをかけて、究極系ともいえる形を作ります。前期ルネサンスでは中世の単旋律モノフォニーではなくてポリフォニーと呼ばれる多声音楽、旋律を担うパートがいくつもあるという曲が生まれていました。これはルネサンスが均斉と調和の美を目指したからなんですね。中世の音楽、つまりメインの旋律が歌われる中に、細かく装飾しているオルガヌムがつくっていう形だと、2つのパートのバランスは取れてない、つまり均斉と調和ではないというふうに考えられました。それでどのパートも同じ旋律を歌わせる、全パートをメインにするポリフォニーが生まれました。今の合唱でもよくあるパート編成のソプラノ、アルト、テノール、バスというのはこの時代からあって、この4つのパートの比重が等しければ等しいほど均斉と調和が取れていて美しいとされていました。フランドル楽派最高の作曲家と言われるのはジョスカン・デプレという人物です。ジョスカン・デプレはこの4つのパートの比重を均等にするために4つのパートに全く同じ旋律を歌わせるという方法を取りました。つまり4パートが同じモチーフを重ねるように歌う、曲を通じて模倣し続けたんですね。これを全部通じて模倣する通模倣様式と言います。こんな音楽です。
中世の後半で加速した楽譜の進化というのはルネサンス期でも続いていました。1450年前後には現在の楽譜にかなり近い音符が使われるようになって、リズム記号と言われるような表紙の印もできました。そしてくしくもこの頃活版印刷という技術が発達します。活版印刷というのは大量に印刷することを可能にする、いわばコピーの技術ですね。さらにこの時代はイタリアを中心に都市国家が発達して、ヨーロッパ中の国の教会とか宮廷がこぞって音楽家を雇おうとしていました。活版印刷の技術で大量生産された楽譜と一緒にフランドル楽派の音楽家たちが各地で活躍するようになっていきます。こうしてフランドル楽派が究極に磨き上げたルネサンス音楽がヨーロッパ各地に広まりました。これまで中心にご紹介してきたのは教会音楽、つまり神に祈りを捧げるための音楽でした。各地に広まったルネサンスのこの教会音楽は、広まった先の国や地域にもともと存在していた世俗音楽と融合して発達していきます。世俗音楽が発達した理由の一つは社交の場の需要です。ルネサンスの時期というのは貨幣経済が発達した時期で、商人とか金融業者が貴族と同じ富裕層まで躍り出たという時代でした。支配層の顔ぶれが変化すると、交流のための社交の場が必要になってきます。宮廷では社交のために音楽が取り入れられるようになっていきます。これまで発達してきた教会音楽は聖書をモチーフにして作られた神のための音楽ですが、社交のための世俗音楽は祝祭とかダンスに使われるリズムと詩の音楽です。世俗音楽ではこれまで教会音楽では見られなかった愛や恋をテーマにした歌が中心になりました。教会音楽のようにラテン語で神の教えを歌うのではなくて、自分たちが普段使っている母国語で気持ちを歌い上げるようになります。そうすると歌詞だけではなくて音楽の方もその言葉の意味、詩の意味をより表現できるように変化していきます。この時代特に重要なのはイタリアのマドリガーレという音楽です。何度も言いますが、ルネサンス音楽は近世と調和の音楽です。中期ルネサンスまではこの平和な音楽こそが美しいとされていました。これに反するものは全て禁止されてたんですね。例えば激しい音の跳躍があるっていうのも NG でした。でもマドリガーレは気持ちを込めて言葉を伝える音楽なので、普段発音するイントネーションのように旋律に大きく抑揚をつける感じになります。こんな具合です。繰り返しになりますが、この頃は各国がこぞって音楽家を雇おうとしていました。特にイタリアは有力な都市国家が乱立していたので、それぞれの都市国家の教会や宮廷が音楽家獲得のために熾烈な争いを繰り広げていました。そのため後期ルネサンスはイタリアが音楽の中心地になっていきます。音楽の中心イタリアのマドリガーレはフランスのシャンソンとかドイツのリートなどにも影響を与えていきます。また世俗音楽ではリズムが大事です。声、声楽だけではなくてダンスに向いている楽器、器楽も使われるようになっていきます。とは言っても声楽曲を楽器で演奏するというレベルのものとか、一部ダンスのための舞曲に使われているという程度ではあるんですが、カンツォーナとかパバーヌといった音楽が生まれました。後期ルネサンスの音楽といえば、今までご紹介してきたように世俗音楽がメインなんですけれども、実は教会音楽の方にも変化が生まれていました。きっかけになったのは1517年ドイツで始まった宗教改革です。当時カトリック教会は贖有状という買うだけで罪が許されますよという免罪符を販売していました。特にこの時期はサンピエトロ大聖堂の改修工事のためにたくさん資金集めをしたくて、大々的に贖有状を利用していました。要はお金を集めるためにこれを買えば救われますなんて都合のいいことを言っていたんですね。これを聖書の教えと違うことをしてるじゃないか、カトリック教会を腐敗してるっていうふうに立ち向かったのがドイツの神学者
マルティン・ルターです。これが宗教改革の始まりです。ルターが行った改革の中で注目されるのが、ラテン語でしか書かれていなかった聖書をドイツ語に翻訳したということでした。ラテン語というのは学問の言葉、古い言葉なので、専門教育を受けていない民衆は読めなかったんですね。民衆は教会とか神官を通じてしか聖書の内容を知り得ない状態だったんです。それでこの食友情のように買ったら救われるという甘い言葉もそのまま信じてしまうという状況だったんですね。これでは信者が騙され続けてしまうと思ったルターは、聖書の内容を直接民衆が読むことができるように普段使っているドイツ語に翻訳して、活版印刷、コピーの技術を使って世の中に広めていきました。そしてルターは聖書だけではなくて教会音楽もドイツ語に翻訳したんですね。しかも歌詞に合わせてメロディーまで変えました。そういう意味でルターは立派な作曲家でもあるんですね。教会音楽も聖書と似ていて、基本的には専門の合唱団が歌うための音楽だったので、歌の技術がいる専門的な音楽でもありました。そこでルターは音楽をよく知らない普通の信者でも歌いやすいように簡単に歌えるシンプルなメロディーに変えたんですね。ドイツ語の歌詞に合わせた力強い曲調にして、グレゴリオ聖歌にリートとか民謡などの要素も取り入れました。これが新しい教会音楽、コラールの始まりです。コラールというのがどんな音楽なのか聞いていただきましょう。ルターの宗教改革はカトリック教会の外からの改革でしたが、実は同時進行でカトリック教会の中でも自分たちの教会の腐敗を何とかしようという動きがありました。1545年から1563年にかけてイタリアのトレントで公会議が開かれました。公会議というのはキリスト教の最高会議のことで、ここでカトリック教会の刷新について様々な議論がされました。その議題の一つに上がっていたのが教会音楽のあり方です。最近の教会音楽って問題だよねって話されてたんですね。当時何が問題とされてたのかというと、中世からルネサンスになって三位一体のモノフォニーがかなり複雑なポリフォニーになってきたこととか、教会にはふさわしくないとされていた楽器が使われてしまってるよということとか、あとは世俗的な要素が教会音楽に取り入れられてしまってるっていうこととかです。つまりこの公会議で話されたのは、もう一度原点に立ち返ってシンプルで穏やかで厳粛な声楽曲を追求しようという動きが出てきたんです。この理想的なカトリックの教会音楽を目指したのがパレストリーナという作曲家です。結構有名な作曲家なので名前を聞いたことのある方もいらっしゃるかもしれません。パレストリーナの曲は理論や規則にのっとった落ち着きのある内省的で厳かな曲調の音楽です。パレストリーナの代表作を聴いていただきましょう。パレストリーナはここまで出てきた作曲家の中では最も一般認知度の高い作曲家なんですが、パレストリーナの音楽はルネサンス期の音楽の本流の特徴とはずれる部分が大きいので、ルネサンス音楽らしい音楽を聴いてみたいという方は個人的にはジョスカン・デプレの方を聴くのをお勧めします。さて、ここまで紀元前古代ギリシャの時代のピタゴラスから中世のグレゴリオ聖歌、そしてルネサンスと紹介してきましたが、最初の定義でいうクラシック音楽は実はまだ始まっていません。クラシック音楽の始まりとされるバロック時代の音楽については次の動画でお話ししていきます。このバロック時代は誰もが知るバッハの時代です。ぜひチャンネル登録をして楽しみにお待ちください。また次の動画でお会いしましょう。